ねえねえ、すみれ。今日はどんな話題について話していくと？葵、今日はね、卓球の国際大会で起きた信じられないようなトラブルの話題についてよ。現在、試合に勝利した選手たちが喜びのあまり卓球台に飛び乗り、さらには公式までがそれを称賛しているという事態が世界中で大きな波紋を呼んでいるの。今日はルーマニア女子代表チームによる卓球台の上での大ジャンプ事件、そして中国男子代表選手の優勝決定直後の卓球台飛び乗り行為と、それに対する公式の対応のズレについて徹底的に解説していくよ。卓球台に飛び乗る？うちの耳がおかしゅうなったんかと思った場合。卓球選手にとって卓球台は神聖な舞台やし、一番大事な商売道具やろ。それを足で踏みつけるなんて常識ば親の体内に忘れてきたとね。猿山の猿でももうちょいマシな喜び方するばい。葵の言う通りだよ。スポーツマンとして本当にありえない行動だよね。それじゃあ、この事件がいつ、どこで起きたのか、順番に詳しく説明していくよ。舞台となったのは、2026年5月8日に、イギリスのロンドンで開催された、卓球世界選手権の女子団体戦準々決勝なの。この試合で、ルーマニアが3対1でフランスを破って、なんと、26年ぶりの表彰台入りを決めたんだよ。26年ぶりの表彰台って、それは、確かにものすごい快挙やね。選手たちが嬉しか、気持ちは痛いほどわかるばい。でも、だからって何ばしてもいいってわけやないやろ？そうなんだよ。問題となったのは、その試合直後の様子なの。この時の様子が X 上で拡散されて、見た時に呆れてしまったなどと、信じられないほどの批判を集めているのよ。呆れるどころの騒ぎやないばい。具体的に、どんな状況やったと？ルーマニア優勢で突入した第4試合の出来事だよ。ルーマニアのベルナデッテ・スッチ選手とフランスのユアン・ジャナン選手が戦ったの。ベルナデッテ・スッチ選手は第1ゲームこそ奪われたものの、その後の3ゲームをしっかりと抑えて見事勝利したんだよ。これでルーマニアの銅メダル以上が決まったから、ベルナデッテ・スッチ選手は力強くガッツポーズをしたの。ここまでは良かったんだけどね。大逆転でメダル確定やけん。ガッツポーズくらいはするたいね。そこからどう狂ったと？ベルナデッテ・スッチ選手は歓声に包まれながら、なんと勢いよく卓球台に登って両手を振り上げたのよ。はぁ？勢いよく卓球台に登った？ちょっと待って、卓球台って結構な高さあるし、普通は乗るような頑丈な作りにはなっとらんやろ。それだけじゃないんだよ、葵。ベルナデッテ・スッチ選手が登った後、チームメンバーの4人も靴を履いたまま、コートの片側に続々と乗ってきたの。そして5人全員で小刻みにジャンプして卓球台が揺れるほど激しく歓喜したのよ。靴を履いたまま？しかも5人で？ちょっと待って、ありえん。室内用のシューズやろうけど、卓球台の表面はデリケートなんやけん。傷がついたらどうすると？しかも5人で乗って小刻みにジャンプって台が揺れるほどって、もうそれ破壊行為と変わらんばい。自分の家のダイニングテーブルで同じことやってみろって話したい。葵の怒りはごもっともだよ。本当に信じられない光景だったの。でもね、さらに信じられないことに、この一連の様子を ITTF、つまり国際卓球連盟が9日にインスタグラムで公式に公開したんだよ。え？公式が？ルール違反を咎めるどころか全世界に発信したってこと？頭お花畑なん？そうなの。しかも ITTF は世界卓球ロンドン2026で2000年以来となる初のメダルを獲得し、ルーマニア女子チームにとって感動的な結末を迎えたなどとコメントを添えて彼女たちの行動を称えていたんだよ。ちょっと待って、すみれ。その感動的な結末で卓球台に土足で登ってジャンプしとる動画や写真をそのまま使って公式が称賛しとるってこと？それって公式自らルール違反しても感動的だから OK で世界中に宣伝しとるようなもんやん。スポーツを統括する組織として完全に終わっとるばい。葵、すごく鋭い指摘だよ。葵の言う通り、公式のこの対応がさらに火に油を注ぐ結果になったの。日本の X ユーザーからは怒りや呆れの声が殺到しているんだよ。うちと同じように怒っとる人がいっぱいおるはずやけん。まず、卓球選手にとって、卓球台の上は聖域じゃないのか？という声。当たり前たい。柔道家が畳ば足毛にするか？剣道家が竹刀ば踏みつけるか？道具に対するリスペクトが全く欠けとるばい。次に、こんなことしたら大切な台を壊してしまうかもしれないのに。見た時に呆れてしまったという意見。ほんとそれ。もし台が壊れて、その後の試合ができんくなったら、どう責任取ると？自己中心的すぎるやろ。
さらに、飛び跳ねてる？しかも室内とはいえ土足。ありえない行動すぎてさすがにびっくり。といった驚きを隠せない声も多かったよ。映像を見た瞬間に、で固まるレベルの気候やけんね。土足で飛び跳ねるなんて幼稚園児でもやっちゃダメってわかることばい。そしてスポーツマンシップの精神に反するとかでペナルティないんかね。マジでドン引きといった当然ペナルティがあるべきだと疑問視する声も相次いだのよ。ドン引きなんて生ぬるいばい。即刻イエローカードかレッドカード、もしくは失格レベルの行為やろ。ペナルティなかったら真面目にルール守っとる他の選手がバカみたいやん。実はね、卓球台に登る行為はこれが初めてではないの。中には2015年の世界卓球シングルス決勝でロン選手が台に登った過去の類似事例と比べて指摘する声もあったんだよ。過去にも前科があったとね。でも、だからって前もあったから今回も許されるなんて理屈は通らんばい。過去に間違った対応ばしたなら今回こそしっかり正さんとダメやろ。そうだね。さらに問題視されているのがタイミングなの。今回の女子団体戦の試合後には男子団体戦準々決勝のフランス対ブラジル戦が控えていたんだよ。それなのに台を傷つけるようなことをしたと指摘する声があるの。は？次に試合する選手がおるとに？もし台が歪んだり傷ついたりして次の試合のボールの弾み方が変わってしまったらどうすると？次に控えるフランス対ブラジルの選手たちへの配慮がゼロやん。自分たちが勝てば他のチームの試合環境はどうなってもいいって思っとる証拠ばい。信じられん。葵の言う通り他の選手へのリスペクトも欠けている行動だよね。なお、この後、ルーマニア女子は9日の準決勝で中国と対戦したんだけど0対3で敗れてしまったんだよ。当然の報いたい。卓球の神様がお前らにはまだ早いって罰ば当てたとよ。道具ば大事にせん選手が頂点に立てるわけなか。さて、ここまでルーマニア女子チームの騒動について話してきたけど、実は今回の大会ではもう一つ大きな問題行動が起きていたの。でも、その話に入る前に、ここでみんなにお願いがあるの。もし、この動画が面白いなって思ったら、ぜひ、チャンネル登録とグッドボタン、高評価、そして、ハイプを押してね。チャンネル登録ボタンば、ポチッと押すだけやけん。簡単ばい。グッドボタンも忘れずに押してね。うちの毒舌がもっと聞きたい人も、ぜひ登録よろしく頼むばい。ありがとう、葵。それじゃあ、後半の話題に入っていくよ。実は、台湾メディアの中時新聞網が11日に卓球の ITTF 世界選手権男子団体で優勝した中国のリン・シードン選手の行動に日本のファンから不満の声が上がっていると報じたの。また飛び乗った選手がおると。しかも、今度は中国の男子選手？学習能力って言葉ば知らんと？本当に残念なことだよね。事の発端は5月10日に行われた男子団体の決勝なの。この試合で中国は日本にマッチカウント3対0で勝利してなんと12連覇を達成したんだよ。12連覇。それはもう圧倒的な強さやね。日本も負けたのは悔しいけど相手がそれだけ強かったってことたい。でもその優勝の瞬間に何かやらかしたってこと？その通りだよ。物議を醸したのは中国の優勝が決定した瞬間のことなの。第3試合で中国のリン・シードン選手が日本の戸上隼輔選手を下して喜びを爆発させたんだよ。リン・シードン選手は審判台の挨拶を終えた後、なんと卓球台に飛び乗り、両手を突き上げたの。また飛び乗ったん。審判に挨拶した直後にそればやるってどういう神経しとるん？挨拶で礼儀正しいふりして、そのすぐ後に一番礼儀知らずな言葉するってサイコパスばい。本当に呆れてしまう行動だよね。これにはさすがに解説を担当していた中国の元卓球選手であるチェン・チーさんも黙っていられなかったの。チェン・チーさんは解説の中で卓球台に乗っちゃダメだと明確に苦言を呈して大会規則違反に該当する可能性を指摘したんだよ。おう。中国の元選手がちゃんと注意したんやね。それは立派ばい。自国の選手でもダメなものはダメって言える大人がおって安心したわ。これで大会側もきっちりペナルティー出せるやろ？それがそう簡単にはいかなかったのよ。驚くべきことにワールドテーブルテニス WTT の公式サイトはリン・シードン選手が卓球台に飛び乗っているこの場面の動画を SNS に投稿したんだよ。嫌な予感しかせんのやけど。まさか、また？そのまさかだよ。WTT 公式は、これが、リン・シードンにとって優勝を決めた一点の意味だなどというコメントをつけて、彼のルール違反とも言える行動を堂々と称賛したの。はぁ？
WTT ってワールドテーブルテニスの略やろ？卓球の世界最高峰の公式組織やん。解説者が規則違反やで怒っとるのに、公式が最高の一点やで称賛するって完全に組織として崩壊しとるばい。頭の中身ピンポン級になっとるんやない？表現が過激だけど言いたいことはよくわかるよ。公式が違反行為を美化してしまうのはスポーツ界全体にとってすごく危険なことだよね。台湾メディアの中時新聞網はこれを見た日本のファンからは落胆の声が上がったとして日本のファンから実際に寄せられた声を紹介しているのよ。日本のファンが落胆するのも無理なかばい。どんな声があったと？まず、公式までこんなことをするなんて卓球界も終わりだなという非常に厳しい声。うちも全く同じ意見ばい。公式がこれじゃあ未来の子供たちに勝てば卓球台に乗って暴れてもいいんだって教えとるようなもんやけんね。次に、まあいい、中国は野球やサッカーでは絶対に日本に勝てないといった少し別のスポーツを引き合いに出したコメントも紹介されていたの。悔しさがにじみ出とるコメントやね。卓球では負けたけどマナーの悪さを見せつけられて完全に相手をリスペクトでキンクなったってことたいね。そして日本選手なら絶対にこんなことはしない。大会側は処分を下すべきと毅然とした対応を求める声も紹介されていたんだよ。日本の選手は道具を大事にするけん、絶対にこんなことせんよ。大会側は絶対に処分ば下すべきや。で、結局、このリン・シードン選手とさっきのルーマニアの女子選手たちにはどんな厳しい処分が下されたと？それがね、一番驚くべき結末なんだけど、中時新聞網はこう伝えているの。今大会ではルーマニアの女子選手も勝利後に卓球台へ飛び乗り批判を浴びた。国際卓球連盟の規定では試合会場での礼儀も求められているが、リン・シードンが勝利した時点で大会はすでに終了していたため、主催側は問題視せず、ルーマニア選手にも処分は課されなかったって。は？ちょっと待って、すみれ。うちの耳がまたおかしゅうなったかもしれん。勝利した時点で大会は終了していたため、問題視しない？ルーマニア選手にも処分は課されなかった？ふざけんな。試合が終わったら何してもいいと。じゃあ、試合終わった瞬間にラケットへし折ったり、審判に暴言吐いたりしても、大会終了後だからセーフってなると。そんなへりくつ、小学生でも言わんばい。主催側、責任逃れにも程があるやろ。葵が激怒するのも無理はないよ。多くの人が、この主催者側の言い分には到底納得できないと感じているの。試合会場での礼儀を規定で求めているのに、自らその規定を試合後だからという理由で無効化してしまったようなものだからね。これでは今後も同じような行為が繰り返されるのではないかと、卓球界のモラル低下を懸念する声が広がっているんだよ。ルールを作る側がルールば守らせる気がないなら、もうスポーツとして成り立たんばい。一生懸命練習して道具を大切にして戦っとる選手たちが本当にかわいそうや。こんな胸くそ悪い結末、久しぶりに聞いたばい。そうだね。スポーツは勝敗だけでなく、対戦相手や審判、そして道具へのリスペクトがあってこそ成立するものだということを、改めて考えさせられる出来事だったね。ということで、今日は、卓球世界選手権で起きた、選手たちの卓球台への飛び乗り行為と、それに対する公式の不可解な対応という話題について見てきたけど、みんなはどのように思ったかな？今回の動画の感想は、下のコメント欄で教えてね。もし、この動画が役に立ったと思ったら、高評価とベルマーク。チャンネル登録まだの方は、チャンネル登録もよろしくお願いします。では、また次回の動画でお会いしましょう。すみれの最新動画は左、おすすめ動画は右です。どちらも見てくれると嬉しいな。